こんにちは、アルソレルです。今回は超適当に種をまく動画です。そしてベラベラ喋る動画です。ほんまにただ種をまきながら種まきに全然関係ないことを喋ってるだけです。まくのはネモフィラ、カスミソウ、ヒマワリ、コスモス、トマトです。観葉植物にハマる前はよく切り花を購入してました。記念日でもないのに花買うなんてって最初こそは思ってたんですけど、一輪だけでも生きてみると部屋が明るくなっていいんですよね。なので割と切らすことなく花を飾ってたんですけど、切り花って私的には結構高価な嗜好品なんですよね。切り花一輪買うよりも花苗の方が安く買えたりします。あと、切り花は購入した時が美しさのほぼピークで、そこからはどんどん枯れていくものなんで、生き生きしてる期間が案外短いんですよね。その儚さがいいのかもしれないんですけど、それやったらいっそのこと家の中で植物を育ててみようって思ったのが観葉植物にハマったきっかけです。で、観葉植物を育ててみて、やっぱりお花も恋しいなーってなって、今回種をまいてみようというところです。小学生以来の種まきですし、完全室内栽培でうまくいくかどうかはわからないんですけど、ものは試しでやってみようっていう感じです。鉢は100均で購入したプラカップを使ってみました。穴を開けるのがめっちゃめんどくさかったですね。スリット鉢みたいになるようにハサミで角の部分をちょっと切り落とす方が作業も早くて水も抜けやすくなったかもしれません。そういう時もありますよね。そういえば最近は透明な鉢から不透明な鉢に切り替えていってます。理由はいろいろあるんですけど、一つは鉢に直接植えた方が見た目がすっきりするからです。透明な鉢なんで鉢カバーをして二重にしててもそこまで気にはならなかったんですけど、やっぱり直接植えたものと比較するとどうしても気になっちゃったんですよね。あとは透明で見えすぎるっていうのが私の性格には合ってなかったです。透明鉢を使い始めた頃は見えるっていうことがめっちゃよくって、もう透明鉢以外で育てるなんかありえへんとまで思ってたんですけどね。根っこが見えるのはめっちゃ便利なんですけど、見えるがゆえに気になって構いすぎてしまうんですよね。過ぎたるは及ばざるが如しではないんですけど、見えへん方が私には合ってそうです。などなどいろいろ思うところがあって、またやっぱり透明な鉢に戻すかもしれないんですけど、今は不透明な鉢に切り替えていってます。このトマトの種はたまたまモスバーガーを食べに行ったらもらったものです。レイカっていう品種だそうです。土はいつも通りセラミスを使います。一度使ってるセラミスなんで肥料が混ざってるんですけど、なんとかなると信じてこのままいきます。パッケージの裏側にどんなサイズの鉢にどれくらいの深さで植えましょうって書いてあるんですけど、ほぼすべて無視してます。適当の極みです。話は変わるんですけど、先日お花見に行きました。いやー、桜っていいですよね。桜の魅力の一つは葉っぱが出るよりも先に花が咲くことだそうです。視界が桜の薄紅色で埋め尽くされるのは圧巻でした。何回見ても感動しますね。我が家にも花を咲かせる木、パールアカシアがいます。といっても購入してからまだ花が咲いたことはないです。花が咲いてくれればそりゃ嬉しいんですけど、アカシアは常緑樹なんで観葉植物として楽しませてもらってます。最近は暖かくなってきたんで新芽が動き出しました。新芽は明るい色なんですけど、古い葉っぱとのグラデーションがめっちゃ可愛いです。
剪定したり支柱を立ててまっすぐ育てた方がいいのかなとは思いつつ、何もせずそのまま育ててます。植え替えは去年の9月頃に行いました。マメ科の植物は移植を嫌うってよく聞くので、ちょっと大きめの鉢に植え替えてました。最近は鉢の側面から根っこが見えるようになりました。元気そうで何よりです。も元気そうですね。透明鉢をやめてってるところなんですけど、動画にするには透明鉢の方が便利ですね。そんなこんなで種がまけました。水をやって育成ライトの下で育てます。種をまいてから17日後です。ひまわり、トマト、ネモフィラ、コスモス、カスミソウです。無事に発芽しました。コスモスは種をまいて3日後には芽が出てたと思います。すごい生命力ですよね。透明のプラカップを使ってちょっと失敗やったなっていうことがあります。種をまいた後に水をやったら種がプラカップのあっちこっちに移動しちゃったんですけど、側面に行った種がそのまま発根して地中で芽が出ちゃったんですよね。透明がゆえに光を感じちゃったんですね。比較的浅いところに生えたものはピンセットで引き上げたりしたんですけど、全部はちょっと難しいですね。大体は順調に成長しているようなんですけど、発芽したもののしおれていってるものもあります。残念なんですけど、カビると困るんで、もう取っちゃいます。セラミスって意外と根っこの食いつきいいですよね。カスミソウとかネモフィラみたいにちっちゃいものにはちょっと粒が大きくって株が不安定になる感じなんですけど、ひまわりとかトマトなんかはセラミスでも特段問題なさそうですね。このままうまく育ったらもうちょっと大きな鉢に植え替えようと思います。というわけで、超適当に種をまきながらベラベラ喋る動画でした。ある程度育ってるものを購入してそこから大きくするっていうのもいいんですけど、種から育てるのもまた違った楽しみがあっていいですね。